強い気持ちが強すぎるというか。そういう精神的なものがあったとしても、その影響を受けないようなことがあればいいわけですよね。そうしたらありがたいです。この10月に団体戦の試合があります。あるわけです。で、最後のパットというところで、今どうですか、ポジションは。こっちに出にくいんです。出にくい。立位、やっぱり立位ですね。立位の重力バランス軸じゃなくて、その時の支持骨ですね。右手ですね。右手の頭骨、尺骨って言ってる。尺骨で、小で、EX の 5P だって、ここだって、この方向。今、そのギャラリーが自分の周りに囲ってるという状態、何重にもかかんないでしょ。すごい楽しんでる感じ。うん、かかんないんですよ。って状態になってます。それで今固まりそうですか？固まりそうないですよね。はい、なんか自分がこのパターをギャラリーの中で楽しむような感じになります。それでいきましょうよ。はい。ちょっとこの前試合やって先生におかげさまでイップスの分の調整部位していただいてチームで準優勝できました。ああ、よかったですね。今日は2013年3月6日朝10時です。これからつくばクレイジーつくば店に、ゴルファーのイップスの治療でしょうねを対象にしたセミナーの1回目ですに向かいます。よろしくお願いします。今回のワークショップ、伊藤聖子先生、聖子の子という字は、ごめんなさい、しのぎと言いますが、この伊藤聖子先生にお願いいたします。岡原先生の方から、一応イップスというのを聞きます。というのが、ゴルフの世界には結構あるというので、僕の場合に精神的な問題じゃないかと言われているというふうには聞いてるんですけども、実際小山先生の奥さんが、やはりイップスだったということで、やってみたんですけども、結構いいということと、ボーカルディストニアという病気があるんですけども、体が固まって動かないというのは、音楽家とか、野球の選手とかスポーツ関係にもいるんですけども、やっぱりそういう関節が動かない、体が動かない、筋肉が動かないというのはあるんですけども、多分それと同じ種類じゃないかなというふうには思うんですけども、それに関しては今の医学は、やはり結構難しく精神的な問題だというふうに考えているわけですけども、決してそうじゃなくて、その原因は間違いなく、その人の中にあるんであって、そういうことに関しては、一人一人の、その情報というのは脳にあるわけですから、その脳の情報を読んで、それに対して答えていこうというのが、私の方法なんですけども。ゴルフしてる間、してるときに、ショートパット、短いパットを打つときに、特にこう動きが良くないなというのがあります。これは長いんですか？いや、ここ5年ぐらいです。はい、その前はそれが長い。はい。間違いなく皆さんは自覚してないです。自覚してないけど、脳から情報が出ます。その脳から情報が出てるのを、私はこれからやるわけですけども、
私今腕引っ張りますから犬の体チェックします、それとして、皆さんもこういうのもそうですけど皆さんもちょっとこう見てほしいんですけども普通に引っ張ります左側ですこれ見てくださいちょっとこちらが見えない、はい、左右に違いありますか？腕を引っ張って左腕引っ張った時と右腕を引っ張った時の違いこっちは引っ張られてるような感じがしなかった。しなかった。こっちはどうですか？こっちは引っ張ってるような感じ。そういう感じします。見てる方が分かりますよね、見てる方がもっと分かると思います、じゃあこちら見てください。腕見てください。こういうのこうです。でこっちの近く手首も抜けてますよね。今分かりました？カクッと引っ張られましたね。手首も抜けてるんです。だから肘も抜けてます。肩も抜けてるんです。皆さんが気が付かない間にもう何年も前から体のトラブルを持ってます。自覚してないだけです。左が見てください。こういうふうにしてカムするんですよ。これだけ筋肉あります。で右側はカムするんですよ。つかめない。こちら側がもう今こんな状態。肩も左はあります。右が違うでしょ。コントロールしますよね。はい、忘れます。今首もそうです。それだけじゃなくて左側で強くグッと噛みます。グッと噛んで右側で強くグッと噛んで右側は左に比べてどういう感じですか？噛みづらい。定時状態。股関節です。股関節で足引っ張ります。これは左です。右ですよ。右手をぐっと押し込んで入ってくるの分かります？こっちは股関節が抜けるんですっていう状態がいつもあるんですよ。結構20年ぐらい前に1回抜けてるんですよ。それ野球やっててちょっと1回抜いたことがあってそれがちょっとこう投げれなくなったんですよ。それも原因してるのかなっていう。でここの胸鎖乳突筋からここの筋が右側の筋が伸びきってるのかこれ治療ができないって言われたんですよ。でそれが過去すごい昔に実はあったんですよね。伸びきってるっていうのはどういう形で自分は自覚できますか？自分の中ではこの筋がこっちいつも突っ張っちゃうんですよ。突っ張ってる。はい。じゃあですよ、今度は左手で右の頭を触ってくれます。はい。もうちょっとはい。そこで左側で強くグッと噛んで右で噛んで右どうですか？あんまり変わんない。変わらないってことですか？さっきと変わらない。いや両サイド左右変わらないってことですね。じゃあ変化したってことですよね。で今度首の突っ張り頭に座ったまま引っ張らないでただ触るだけですけど、その状態で首の突っ張りをチェックしてみますね。こうしてた方が突っ張り感がないのかな。そういう感じですよね。左腕で僕頭を触ります。はい、見てくださいね。どうなってます？抜けた感じないですよね。抜けないですよね。こっちの手で右の頭を右です。はい。で、手ください。違い分かります？これで股関節は止まります。ここまでまずありますよ。何が起こってるかですよ。何が起こってるかです。そして今見つけたのはこの状態とショートアプローチに関係があるって言ってますから、でこれが、精神的な、問題からという言われ方をしているという中で、じゃあそれはどの部分で言ってるのかということに関しては時間ですよ。脳の中で、過去においてある問題があってそれがずっと脳の中で残ってるんですよ。で残ってる。でそういうことを言うともうすでにもう精神的な問題っていうんですけども、それを時間があるんです。いつ起こったかです。しっかり3年前4年前5年が出ない、4年と8ヶ月4年と8ヶ月って言ってます。2008年の1月
2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月しか取れない。8月。これ取られます ?8 月。2008年の8月です。今戻っていって、2008年の8月までちょっと下がってもらいます。2008年の7月、ちょっと今思い出してみて、その周辺で、今何月ですか？7月ですか。7月ですよ、今頭。で、左側で強く噛みます。これ右で噛みます。右どうですか？噛みやすいですよね。まだ2008年7月ですよ。まず立ってしっかり。裏抜けないです。肩今どうですか？左こうです。右。さああります？ないですよね。2008年7月ですよ。首筋肉ありますよね。さっきなかったですよね。ようなんです。ここまでですよ。2008年の7月から7月の29、30、31、そして8月です。8月の1、2、2日です。8月2日。いいですか？8月2日です。抜けるんです。そしてもう1日前、2008年の8月の2日じゃなくて前の日、2008年の8月の1日です。いいですか？止まります。止まります。今、脳です。脳の中で、自分の中で、その時間をたどっていくんです。こう過去のことを思い出したり、未来のことを考えたりするのは、脳の中に未来、過去、全部あるからです。そして自分の中に、今、過去を戻ってもらって、今、数字を言うんです。ある数字を言ったとき、脳は、その数字のところに電気がつきます。その電気ついたところの反応です。反応がこうなるんです。で、もう一度ですよ。2008年の8月の1日です。今何時頃ですか？今ですか？はい。何時？9時。見てくださいね。見てください。今、2008年の8月の2日の朝9時です。見てください。これが9時です。9時でスイッチ入っちゃったんです。もう1時間前。8時です。私も、2008年の8月2日の8時に脳梗塞系です。脳血管系のトラブルです。なんですよ。そういう意味ですよ。今右の頭を触って変化するのは右の脳血管系の問題が起こってますよと体が教えているんです。右の脳血管系って言ってるんですよ。そうなると重心はずれるんです。今のこの状態を良くする方向、体の軸ですはどの方向ですかと聞きます。しっかりそれは右の前、右の後ろ、右の前と言っています。ここです。この45度、この45度の中で最初の5度、10度、15度と言ってます。じゃあ体をまっすぐ前に向きます。これでまっすぐ前よりは手をこう上げて、まっすぐ前よりは、はい、15度外です。はい、その方向に体をちょっと倒してください。はい、で手を押します。でそれで左側で強く噛みます。ずっと右で噛みます。右どうですか？噛めますね。噛めるでしょ。腕止まるんです。肩どうですか？痛みはない。ないですよね。で首顔まっすぐ上げて、首も今ぽっちゃりありますよね。こんなにありますよね。だから今まっすぐした状態で体の軸がずれてるんです。それがその方向にすると自分は正常なんです。正常から見た時自分はいつも軸がずれてるんです。軸がずれるといろんなトラブルが起こすんです。それがいわば脳血管系の問題をもう
起こってるんですよ。軸がずれることで。だからその軸を直さなきゃいけない。両方そこ持って、で前右15度ですから、これを前右15度、この方向に最初からぐーっと、はい、強くぐーっと、はい、そう、はい、いいですよ。はい、いいです。立ちます。もう一回チェックです。もう一回、じゃあ噛みます。左で噛んで、右で噛んで。右どうですか？左右変わらないですね。変わらないですよね。で、腕チェック。普段と違いです。ないですね。ないですよね。で、筋肉ですよね。これ違い、左と右どうですか？痛みも緩和して首の筋肉、これだけありますよね。そして腕、いけないですよ。今自分で感じ分かります？こういう感じですね。はい、自分はイップス行為って聞いたんですけど、自分の中ではイップスだと思ってないんですけど、ちょっとこうゴルフの中で左の動きが自分の思うような動きと違うかなっていう動きが出るんです。もう怒ってますよ。今どんな状態だと今ゴルフで左の動きがこうちょっと思うように動いてないんじゃないですか。それは右だけじゃなくて左の腕ですよね。右と左のバランスが。ちょっと今左でちょっとやってみてくれます？今これが左の感じですよ。それで右手で胸を触ってそれでやってください。違う、わかります？違う。わかるでしょ？だからそういうの打てばいいんですよ。こうすればいいんですよ。それはダメなんですか？ダメなんですよね。これはダメなんですよ。で、胸を触ったら良くなる。でも胸を触らないで同じ結果を作りたいということですね。今のこの状態はさっきもやりました。軸をどの方向にすればいいのかですよ。から15度以内、30度以内、45度以内、45、40度と言ってます。体は真後ろよりは右に40度と言ってます。だから後ろ右40度の方向に倒れた時が正常ということは、普段はそういう意味においては前左40度の方向に自分の軸がずれてるんです。だから自分は後ろ右40度の位置にいると調子はいいんです。じゃあ試しできるかな。後ろ左40度倒して手をこう振ります後ろ左、違うんです。左後ろ左40度、はい、そんなに倒さなくていいですよ。ちょっとでいいですから、それで振れます？いや、振れない。その感じです。じゃあ今度はまっすぐして後ろ右40度、それで振る。振れます。振れるんです。誰だってあんな傾けたって振れないだろうと思ったでしょ。でも軸を立たすと振れるでしょ。だからここですよ。だから軸が合ってる人はかなり軸をずらしても調整できるんです。だから軸をまず正常にする必要があるんです。ここから真後ろから右40度、最初から、しっかり持って後ろ右40度の方向にぐっと、やっていきながら体ごとぐーっと倒して、はい、いいですよ。起きます。振ってください。動きやすい。動けますよね。練習の時に、普通に動く時もあって、これでできるかなと思って、いざやっぱり本番とか、試合の時の途中の最後にこのパターンとかになった時に全然動かなくなり、例えば上げた瞬間に右に力が入ったりとか、こう左に固まって動かなくなったりとか、それは時と場合によって違うんですけど、そういうことがすごく起こりますね。今やっぱおかしいですか？まあまだじゃあいいですよ。じゃあ何が起こってるのか、打つ普段、そして打つ瞬間においてどういうことが起こってるのか、それは腕は右腕はないです。左もないです。右足もないです。左足はあります。そして体の方、前の筋肉ないです。横
もないです。後ろもないです。内臓系もないです。左足ですね。左足に起こっていることがその90何%のその症状を作ってます。こうですね。右足で私が体重を乗せます。右足に傾けるじゃなくて、右足に体重をこう乗せて、で関節にクッションがありますから、右足に体重乗せてもちょっと動くんです。で左に乗せてもできます。で同じことを右に体重を乗せて90、はい、今度左です。これが左右一緒に同じかどうか。おかしいでしょ。左側がおかしいです。シャープペンシルの芯です。シャープペンシルの長い芯がここです。ここも長いです。でもここは短いですから、短いシャープペンシルの芯です。そして長いやつ、それから腸骨、ここも、真ん中の長さ、それから仙骨、そして腰椎5番、これが一つの流れです。ここもそうです。仙骨まで、ここから上がってきて腸骨、そして仙骨、そして恥骨、これが軸になってます。これが左がずれてるんです。で、はい。IN5I、IN5I、IN5S、IN5S。以上です。で、もう一回体重を右に、そして左に。わかります？それで、どうですか？出るんですか？そんなんでもない。入ってしないですけど。そんなに出てないです。もっとひどい時はもっとすごいです。まあそれは今ちょっとこれがチェックですよね。最初に言いましたように、イップスが精神的な問題だとかこう言われてるっていうことですけど、そうじゃなくて、精神的な問題と言われてることの内容は、自分がそういうような状態になった、そんなふうにもう何年か前からなったというのは、ある時期にそうなるようにスイッチが入ったんです。そのスイッチが入る前に戻すとなくなっちゃうんです。イップスもなくなるんです。じゃあイップスって何というと、じゃあ体が固まるんだと。それは先ほど最初に言ったように、ピアニストとかバイオリニストとか、そういうその音楽アーティストによく起こるんですよ。手が動かない。あるいは画家とか、そういう人が手が動かないとか、野球の選手が、ピッチャーが投げられない、したりボートとか投げるのはやっぱ同じです。そういうことが起こるんですけども、そういう人はやっぱり、精神科に行ったり、そういう指導を受けるんですけど、やっぱりよくならないんですよ。何でもかかる。でもいつそれがスイッチが入ったかということを調べて、その前に戻すとなくなっちゃうんです。つまり脳が作ってるんです。で、なんでそういう状態だったかというと、多くの場合に軸がずれたんです。体の軸がずれたんじゃないです。脳の軸がずれたんです。脳の軸がずれると、体にいろんな問題、脳梗塞系、心筋梗塞系、あるいは腎臓の問題、いろんな問題を起こします。そのサインが体にいろいろ出ます。それが肩が痛いとか、腕が抜けるとか、あるいは噛めないとか、あっちが痛い、こっちが痛いということです。これはサインです。軸がずれることで起こるのは、そういう脈管系、心臓とか脳とか、腎臓とか、そういうところの問題を起こすんです。そうするといろんな症状が出てくるんです。その結果として筋肉も硬く、関節も硬くなるんです。その結果がイップスといわれる状態になってくる。この確率が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 割5分です。今言ったのが大体9割5分です。だからもうほとんどがそうだと言っておかしくないと思います。でもこれが世界的に治せない。でも私がやったの技術は誰もできない。私のセミナーを受けている人たちはできる人は何人もいますけども、これを私は開発したわけですけども、この療法を、指導したいのと同時に自分で、それを解決してほしい。私は自分で解決できる方法を指導したいです。ということです。専門家ができるんじゃなくて、やっぱ自分でできるんです。ちょっとおかしいと思った時自分で調整できるんです。そのやり方を身につけるのはいいんじゃないですかという提案です。これは医学じゃないです。起こってからが医学です。それを薬で治そうとしても原因は取ってないです。だから今の医学は原因除去療法はしないんです。私が言っているのは原因除去療法です。これを医者、歯科医師に指導しているんです。こっちの場合にはその人研究、その人療法、
その人のことを研究しなきゃわからないでしょ。これに自分研究自分療法というようなことを主張してるわけですけど。